皆さん、貧富の差についてどう思いますか？私はね、それはなかったら、それは素晴らしい世界だなと思うけれども、現実問題としてなくなることはないと思う。で、もっと言うと、私はこの貧富の差があることでメリットを得ていると思っている種類の人間です。でね、先週この貧富の差があることでとても深く感謝をしたっていうエピソードがあるので、皆さんにお話ししたいなと思ってカメラ回してます。私の住んでいるタイはね、特にこのタイのバンコクは、日本にいてそこから外に出たことがない人にとってはちょっと想像するのが難しいほど貧富の差の激しいところなんですよ。で、タイ人って一括りに言ってもいろいろな人種がいて、いろいろな民族がいて、そのいろいろな民族から成り立っているタイ人と、それと世界のいろいろな国から来ている人たちが住んでいて、で、またその混血もどんどん進んでいるっていう、その人種だとか、慣習、文化、経済状態、いろんなものがごっちゃ混ぜになって一緒に住んでいるっていうのがバンコクです。で、このバンコクでは特に貧富の差をすごく感じることが多くて、で、特にこのバンコクの面白いのが、そういった貧富の差がいろいろある、文化の違いも人種もいろいろある、そういう人たちが生活圏を接していたり、あるいは共有していたりしながら生活している場所です。だからすごく高級なホテルの窓の外を見てみるとスラムがあったりだとか、一食ご飯を例えば40バーツぐらい、もっと安い時もあるのかな、本当に安く行こうと思えば20とかもあるけど、数十バーツで一食ご飯食べている人の横で、もう日本でも想像できないぐらいの高いご飯を食べている人がいて、なんかね、一つね、と思うエピソードを紹介すると、タイ人のお友達ができて、一緒にご飯に行こうよって誘われた時にね、なんかね、その人に誘われたレストランのメニューだとかレビューを見たら、1人分10万円近くする、そういう場所だったんですよ。そこにね、気軽に初めてご飯一緒に行こうよっていう時に行っちゃうような金銭感覚の人が普通にいるという方やね、もう100円もしないようなご飯を一食食べてる人がいる一方でね、そういうね、貧富の差がすごく激しいのがバンコクです。で、このね、先週のこの貧富の差があることに感謝をしたっていう話なんですけれども、それはね、ここのスターバックスで起きたんですよね。今私が来ている。私はお昼ぐらいにここに座ってたんですけれども、そこに来ている人たちの中で、二人連れのその人たちだけ、明らかに周りにいる人たちと雰囲気が違う。もう、服装だとか、身なりが全て違うんですよね。で、パッと見、私の、主観、私の、個人的な、予想ですよ。おそらく、その人たちは普段、スターバックスで、この一杯分ドリンクを頼むとする。その料金の3分の1、あるいはそれ以下で毎回ご飯1食分を食べている人かなという印象を持ちました。で、その人たちがね、このスターバックスに来て、すごく楽しそうにキャピキャピ話しながら並んでるわけですよ。で、その日はちょうど1杯頼むともう1杯タダっていう日だったので、
来たのかなと思ったんだけれども、その2人組は2つね、カップこうやってもらったら、お店の中でいっぱい写真を撮る。で、お店の外に入れてもこのスターバックスのロゴの前でね、もうとにかく生き生きと写真を撮ってるんですよ。で、明らかに周りからは浮いてるし、もうすごい喜んでる。で、私はね、その人たちの様子を見ていて、本当に純度の高い幸福感っていうのを見たんですよ。ものすごく心を動かされた。もしね、彼女たちはそうやって純粋に自分たちがもしかしたらお昼ご飯一食我慢してスターバックスに来てドリンクもらって写真撮って、でそれインスタグラム上げてって言ってね、やってるのを、人によってはね、自分たちがその場に似つかわしくないんじゃないかって居心地悪く感じる人もいるかもしれないし、自分たちがすごく浮いてるってなんか浮いてるよなっていう違和感を感じちゃったりする人もいるかもしれないし、周りの人、そこにいる人たちは自分たちについてどう思ってるんだろう、そんなドリンク一杯で大はしゃぎするなんてどう思われてるんだろうって思ってしまう人もいるかもしれないけれど、その2人組を見てるとね、そんなことは一切心配している様子もなくて、本当にもうね、純粋に楽しんでいた、その時の自分たちをね。で、私はね、それを見て、その2人の笑顔を見て、本当に心が洗われるような、動かされるような、胸が締め付けられるような気持ちになったし、その笑顔をもっと見たい、そういう笑顔を自分が作ってあげられる人になりたいって思ったんですよね。で、みんなね、すごく貧富の差はあれど、それぞれの人が自分のできる限りの努力をして日々を生きているって私は思ってるんですね。例えばその2人組は、もしかしてお昼ご飯一食スターバックスのドリンクを頼む代わりに抜いてたかもしれない。で、情報収集を頑張ったから1杯分のお金で2杯もらえるっていうのを分かってこられた努力ですよね。で、あるこのスターバックスに来るお客さんによっては、ちょっとしたお菓子を買うのを我慢して、その分スターバックスに来てお茶を飲む、コーヒーを飲む、で有益な時間を過ごすっていうことをする人もいるかもしれない。で、そのレベルの上に行けば、自分が生活している中で、この人好きだな、この人応援したいな、自分と価値観もあるし、価値観も合うし、幸せを共有したいなって思う人に会った時に、自分の経済的豊かさを一切ね、自分の家計の収支を心配することなく共有できるようなレベルにいる人もいるかもしれない。で、その生活レベルに合わせてその金額もね、変わっていくんでしょうね。で、このね、要は何かっていうと、自分がこの格差のある社会の中で自分が今どこにいるかで、どこに行きたいのかっていう話なんですよ。私ね、高校の時に私立のカトリックスクールに行っていて、で、ある授業の中でね、シスターが私たちに問いかけたことがずっと頭の中に残ってるんですけれども、皆さんどうして勉強をしているか分かりますか？
皆さんはどうして勉強を、自分のできる努力を精一杯しなければいけないって分かりますかっていうふうに聞かれたんですよ。で、その時のシスターのお話としてね、続いたのは、この世界中見渡してみると、どんなに強く望んでも、その学校に行けない人がいっぱいいる。どんなに自分の家族、故郷に貢献したいと思っても、教育の機会がないから、その自分の熱い思いが叶わない人たちがたくさんいる。でもあなたたちはその教育を受けられている。で、その教育を受けているあなたたちの使命は、どんなに願っても教育を受けられない人たちのために、この社会を、世界をより良いものにしていくという使命があるから、それが教育を受けている、あるいは受けられる人の使命なんですよっていう話だったんですね。でね、私はね、ことあるごとにこれについて思い出して考えて、自分はその役割を果たしているのかとか、いろんなことを考えます。で、今回はね、ここについては深くは話さないようにしますけど、で、この貧富の差についての話に戻すとね、この、例えばね、自分がそのいる場所で誰かと比べたときに、自分が貧富の差の中でちょっとその人より上だなっていう風に感じたときね、私のね、頭の中だとか心の中で何が起きるかっていうと、物質的なものってもともと持って生まれたものじゃないし、物質的なものは劣化するし、壊れるし、なくなるかもしれないし、取られちゃうかもしれないからね、自分がその時持っていることを許されているっていうことにすごくありがたさ、感謝を感じます。本当にありがたいなって。で、ちょっとね、この、そういった物質的にね、恵まれてない人たちの方がかわいそうだっていうふうに言いたいわけではない。幸福感っていうのはね、また違うところにあるからね。なんだけども、その経済格差の中で自分が上だなって感じたときに、その持つことを許されているものに感謝すると同時に、自分の経済的豊かさを与えたいなって、この自分より持ってない人と共有したいなって、このノブリス・オブリージュみたいに言うとね、ちょっとなんか大げさに聞こえるかもしれないけれども、私はその経済的豊かさを共有したいな、その物質的なものを持つことで得られる幸せっていうのを共有したいなっていうふうに思えるんですよね。で、片や一方でね、バンコクみたいなこの貧富の差の激しいところにいると、ちょっとね、日本にいた時のお金持ちとは違うレベルのお金持ちを目にしたりすることがやっぱりあるので、自分がこの人には経済的に今の自分はかなわないなだとか、そういうね、この人のお金の使い方は私とは違う思考回路で動いているなとかね、なんかいろいろな差を見せつけられたりして、自分の方が下だなって思うことがあるんですよね。いっぱいね。で、そうした時に、私はね、嫉妬したりだとか、自分はこれしかないって、この焦りを感じたりってことはなくて、なんかね、ちょっと変態かな。私はね、ワクワクする。で、同じ人間としてね、その人は
これだけのものを持っていて、これだけのことが可能で、こういうライフスタイルを送っているっていうのを目の当たりにするとね、もう同じ人間として、なるほど、そういう例もあるんだ、そういう現実もあるんだって思って、この自分の可能性にね、気づかされて、すごいワクワクするんですよね。もうなんか、うわーって。うん。で、ここからね、この話の落としどころとして、私が特にこのみんなと共有したかったのはね、この貧富の差に感謝したっていうところからの話の落としどころね。この経済格差この経済格差で、私はバンコクから日本に行った時に、わからない、人によってはもっと感じてるかもしれないけれども、日本では少なくともバンコクで感じるほどの経済格差っていうのは感じない。でも私の肌感ではもっともっと日本でも格差っていうのは開いていくだろうなと思っています。で、今も日本にいてもね、感じている人もいると思います。で、この経済格差がさらに開いていくこの社会の中で、自分は今どこにいるのか、それと今いるこの場所からどこに行きたいのか、これについてね、みんなに考えてほしいって思います。で、私はね、ここから、私、お金稼ぐわっていうことに決めたんですよ。で、そのね、計画についてね、そんな大それたもんじゃないけど、この計画については、この次のビデオで話そうかなと思うんです。だからね、ここまでね、このビデオを見てくれた人たちに、できればね、コメント欄で共有してほしい。で、この私の次のね、ビデオが出るまでに、自分は今、この経済格差のある、この格差社会の中で自分は今どこにいて、これからどこに行きたいと思ってるのかっていうことをね、共有してくれたら嬉しいなと思います。はい。それでは、私がスターバックスで貧富の差に遭遇して感謝して、で、そこからお金稼ぐことにしたわって決めたよっていう話でした。では。